こんにちは、大場康子と申します。それでは、The Better Robocop World to Enjoy Ruby という題で、話をさせていただきます。よろしくお願いします。私自身についてですが、1987年から、プログラミングをしていて、かれこれ、35年プログラマー歴がある状態になっています。Ruby は2006年から使い始めました。私は株式会社万葉という日本の会社の創業者の一人です。で、右下にあるRuby on Rails 5の即習実践ガイド現場レールズと言っている本の著者の一人でもあります。最近ですね、割と開発の仕事がちょっと増えているというような感じになっています。で、ルボコップのユーザーでもあります。株式会社万葉というところから来ました。採用していますので、もしご興味があればぜひアクセスしてみてください。本日のトークですが、ルボコップとかそれのようなツールを使うことで、開発チームに起こり得る問題とその解決方法について話したいと思っています。まずすごいルボコップには大変感謝しています。いつも日々使ってますし、お世話になっていてありがたいなって思ってます。で、今日はちょっとルボコップについての何となくデリケートな話というか、なかなか難しい話をしてしまうんですが、決してルボコップをディスりたいっていうことではないし、ルボコップの人にあまり悪い印象を与えたくないというかですね、そういうふうにはすごい思って、その点は大変不安に思っていますが、よりよく、ルボコップをね、使っていけるように何かできることはないかという趣旨でお話をしたいというふうに思っています。ちょっと、質問させてください。この中でルボコップを使ったことがあるという方、手を挙げていただけますか？ありがとうございます。やっぱかなり多いですね。ありがとうございます。ではナンバー2、ルボコップが大好きな方、手を挙げていただけますか？ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃる。そして、ルボコップに苦手感を感じたことがある方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。いらっしゃる。そして、ルボコップの設定ファイル、ルボコップYAMLを作り込んだことがあるっていう方、どのくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ちょっと減りますね。ありがとうございます。ルボコップとは、皆さんよくご存知とは思うんですけれども、コードをチェックして問題点を抽出してくれます。自動で修正してくれる機能もあるという感じですね。で、よく使われるやり方としては、プリコミットのフックとか CI で走らせて、違反があればコミットされないとか、メインにマージされないみたいにして、コードベースを守るみたいな使い方をされているかなと思います。で、この場合、名前にちょっと似てるというか、警官のようにですね、ルールに沿っていないコードを厳しく取り締まってくれるという感じになると思います。で、今日ですね、このスライドでは全ての絵をですね、ミッドジャーニーで生成してみました。なので、ちょっと出てくる絵をちょっと楽しんでいただければと思います。はい。で、ルボコップのいい点、こんなコードが例えばあるとします。定数で配列を定義してますが、これかけると例えばこの定数に入れてるのに配列をフリーズしてないよとかですね、ここに余計なスペースがあるよみたいなのを検出してくれて、結果こんな感じでより良いコードにできるという感じになってます。とっても便利かなと思います。で、その結果、コードをすごいきれいに保つことができる。コマンド一発で自動で修正もしてくれるので、細かいとこを一生懸命直さなくても、ポチッてやったらもうきれいになって大変便利。で、些細なスタイル違反について、ちょっとこのスペース多くないですかとか、ここの開業変じゃないですかみたいな、やり取りをして、すいません、直しますとかがないので、すごいそこは非常に合理的で、時間がセーブできるかなと思います。あと、きれいなコードがメインブランチに入るというのはいいですよね。で、綺麗なコードねって感じなんですけど、だからこれでめでたしっていうと結構そうではないっていう話を今日したくて、やっぱ潜在的にすごい大きなリスクがあると思ってるんですね。でそれはどういうことかというと、ルールは状況に合わないということがあるんですよ。
例えば、割と軽微な例を出しますけど、レールズの、例えばコントローラーがあって、アクションがあります。でもアクション書かなくても別にビューがあれば動くんですけど、あった方が分かりやすいなって、あとなんか足すかもしれないしと思って書くじゃないですか。デフォルトの状態だと、空のメソッドは1行に書こうとか言われちゃうんですよね。じゃあこうするみたいな話で、やっぱしない方が便利なんですよね。別にレンダーするのは分かりきってるし、後で入れたりしたいしっていう感じですね。で、別の例としては、例えばペアレントモデルみたいなモデルがあったとして、has child ってメソッドを用意したときにですね、チャイルドにしたらって言われるんですよね。でも、このモデルがチャイルドかを聞きたいのか、このモデルが子供を持ってるか聞きたいのか、ちょっと曖昧じゃないですかと思っていて、この場合は多分has childの方が良くないみたいに思ったりするわけですね。で、他にもですね、ものすごくいっぱい多分私紹介できるんですけど、割愛します。で、これって別にそれらのルールが間違ってるわけではなくて、それが適切なシーンも結構多いと思うんですよね。ただ、状況に合わないということがあるというだけかなと思っています。で、ルボコップを使っている開発チームの光景をちょっと思い浮かべてみてほしいんです。ルボコップで違反が検出されたとき、ジュニアエンジニアはどうするでしょうか？で、私の観測によるとですね、大多数のジュニアエンジニアはルールに従おうとするんですよ。で、特に、日本の方は真面目なんじゃないかなと思うんですけど、規範意識高いので、やんなきゃって思ってる方が多いと思ってます。で、ただ、ルールに従おうとすると、結構悲劇的な無駄につながる恐れがあると思っています。ちょっと初心者あるあるの悲劇、これは多分皆さん見たことのある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、例えば、レビューでね、このメソッドどうしてこういうふうに分けたの？すごい読みづらいんだけど、ルボコップに怒られたので通るように分けましたみたいなことがあり得るわけですよね。から、助言したようにやんなかったの？いや、ルボコップでハマってしまっていろいろやってるうちにこれで通ったので、みたいなこともあり得ます。で、結構辛い。こうするとなるほど。じゃあちょっとそのルボコップ、これはじゃあこうしてこのルールはこの方がいいね、みたいな感じですごく時間もかかるし、本人もいろいろ回避したんだけどうまくいかないみたいになっちゃうわけですね。で、結局ですね、開発チーム内の初心者は、自分で良し悪しを判断できないルールに制約されながらコードを書くことになってしまうんですよ。で、これ結構シビアなことだと思ってて、すごい極端な言い方すると、ルボコップを使っているチーム内の初心者にとっては、ルボコップで許された書き方が Ruby なんですね。で、Ruby は、プログラマーに大きな自由を与えてくれるって言ってるんですけど、ルボコップ越しに Ruby を使うとき、果たして初心者にそれは届いているかっていうのが私すごい気になってるんですよ。こういう感じです。こんな絵作ってくれてすごいですよね。で、今日、初日の斉藤さんの話かな。Ruby を使えば何度でも思い通りに書けるみたいなフレーズが例えば出てきたかなと思ってるんですけど、ルボコップを使って Ruby を書いている初心者にも本当にそんな風に思ってもらえるのかなっていう問いを私たちは持った方がいいのでは、特に経験のある人は持った方がいいのではっていうことをちょっと思ってます。というのは、スキルがある人はルボコップを使っていても、そのルールはここではいらないねとか判断して自由に楽しめるんです、Ruby を。しかし、スキルがない人はやっぱルボコップにすごい強く制約されるということがあると思います。なのでちょっと不公平な感じっていうのがあるような気がしています。で、初心者だけじゃなくて、もっとスキルがある層にとっても、ちょっといくつかの懸念があるかなと思ってます。まず状況に合わないルールに頻繁に引っかかるのは煩わしいですよね。で、開発速度を低下させます。で、初心者と違って、経験者の方はルールが状況に合わないって正しく判断できる場合が多いと思うんですけど、でも判断しただけじゃ終わんないわけですよね。何か対処をしないといけない。
対処というのが、プロジェクト全体のルールを変えるか、そのコードでは、ルールを変える、適用しないようにするとか、あるいはもう頑張って、こう書けばルボコップが黙ってくれるならこう書こうみたいにするか、その3つを選ぶことになります。で、私の観測ではやっぱ戦略1を取れるエンジニアっていうのは全体の数でいうとちょっと少数なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ストラテジー1、戦略1の難しさっていうのが、結局自分はこれは状況に合わないと思うけど、他の人がこれから書くコードが状況に合わないかまではちょっと自分には判断ができないというふうに感じたりとか、あとチーム全員を説得するのはすごい大変そうで今時間もないし、MP が足りないみたいなことはあると思うんですね。で、そうするともうちょっと楽な道として、このファイルだけとか、このパートだけ、こうしますとか、あとは頑張ってルールに従おうみたいになるんですけど、これがたまたまそのコードがすごい例外的で、めったに起きないならいいんですけど、結構よく起きる性質のものであったら、またこのコストを次に引っかかった時に払わないといけないっていう問題があります。つまりですね、状況に合わないルールが状況に合わないっていう事態が起きれば、もうそこでデメリットが生み出されてしまうっていうことになっていると思うんですよ。で、デメリットとはさっきもちらっと言いましたけど、開発速度、生産性の低下とか、あとルボコップの違反を避けようとして、かえってコードが解約されてしまうリスクっていうのは結構大きいかなと思ってます。で、じゃあどうしますかっていうことなんですけど、もちろんですね、状況に合うように設定したらいいんじゃんっていうのはあるんですよ。で、ルボコップは非常にフレキシブルにできていると思います。すべてのルールを無効にしたり、デフォルトと違う方針に変更することができます。それから特定のコード、ファイルとか、ある行の範囲とかで、特定のルールを無視したりすることを、書くことができます。で、ルボコップの、ホームページを見に行くと、フィロソフィーとして、どんなプリファランスでも、ルボコップを使えるよみたいなことを書いてくれていて、非常にその自由を担保したいということは伝わってくるんですね。ただですね、なんかこのスタイルガイド、どんなスタイルが好みかっていう、このスタイルガイドっていうところに私は少し引っかかりを覚えていてですね、Ruby は動的な言語なんですよ。ちょっとイメージ的な話をしますけど。で、状況に合わせて最適な書き方ができるというのがすごい Ruby のいいところだと思っています。で、ってことはですよ、Ruby っぽいスタイルガイドってそもそも動的なんじゃないのかなっていうことが私の中にはあるんですね。だからその静的なスタイルガイドがあるから、それを自由にできるからうまくいくっていう仮説は成り立つのかっていうことがちょっと心配です。で、もちろんですね、じゃあもうそんな言うんだらルボコップ使わなきゃいいじゃないですかっていうことはあると思うんですけど、私はルボコップ便利だし使いたいし、あと今もう標準的だなと思ってて、たとえ私が使わないって言ったとしてもですね、チームの誰かがルボコップを使いましょうって絶対言ってくるわけで、結構これもそんなに現実的な案ではないと思っています。で、今だから古き良き Ruby とルボコップの調和を図る必要が今あるのではっていうふうに私は思ってて、でこれ2007年の Ruby 会議でデーブ・トーマスが、これから Ruby はいろんな人たちとデートをします。で、大人になりますみたいな話をしてくださったと思うんですけど、そこでいろいろな衝突があって調整していかなくちゃみたいな話があったんですけど、もしかしたらこれもまたそういうところの一つかもしれないみたいに思って話をしています。で、つまりですね、ルボコップを使う必要性は今強くなっていて、それはどのスタイルガイドを好むかの文脈で話されているように見えるんですが、私はそれでは済まない話じゃないかなと思っています。で、というのは、やっぱ状況に合わないルールを強制されるリスクがあるということがかなり問題だと思っていて、で、設定の柔軟さだけではそのリスクを回避、できない、しきれないと思っています。で、なんで回避できないのっていうと、一番問題なのは技術力で
ですね。うまく設定するためには、ルールを設定するには、妥当性、どんな時にこのルールは正しいかっていうのを想像して判断する必要があるんですけど、これ、なるほど、スタイルガイドはこう書いてあるし、正しいね、OK じゃなくて、未来にそのプロジェクトで書かれるコードも含めて、問題が起きにくいかを考える必要があると思います。将来を見通してどのくらい適切かを判断するってなると結構技術力とか経験、このコードは将来こういうふうに育っていくからこうだみたいなところもちょっと必要があるんですよね。で、もちろんルモコップチームも多分全世界のあらゆるチームの未来のニーズを予想なんかできないと思いますと。で、どうするのっていう話なんですけど、とりあえず、最も確実なのはそれでもですね、できるならば自分たちのルールを自分自身でうまく設定するっていうのが現状できる道だと思ってまして、で私の場合も、なんかエンジニアの仕事が増えて向き合いまして、自社向けのベースラインのルールのひな形作りをしました。で、まだ継続開発中ではあるんですけど、劇的ビフォーアフターの何ということでしょう。光あふれる中庭になってですね、非常にルボコップ使いやすくなったんですよ。だいぶ好きになりました。なんですけど、で、このルールを作る、どういうふうに考えて作ったかみたいなのもすごいお話ししたいんですけど、今日は多分時間がないと思うんですが、ちょっと手元の時計のスタートがあれなんで、私今何分経過したかよく分かってないので、あれなんですけど、一旦、ちょっとだけ、表示することにしておりまして、どういう観点でルール作ったかっていうと、コードが解約されるリスクの大きさみたいなところと、真逆の価値観に振り回される度合いみたいな話と、表現の自由をとにかく守れって話と、DSL 化に冷や水をかけないようにみたいな、そういう観点でやってます。で、続きは万葉の外りでも書いていきたいと思うんですが、興味ありますか？ありがとうございます。じゃあ、そちらで書きたいと思います。はい。で、この、会社の設定自体はですね、昨日万葉の柳瀬さんにご協力いただいてですね、万葉ではレールズの新入社員教育用カリキュラムというのを公開しているんですが、そちらの一部としてですね、設定ファイルを載せましたので、ご興味があればぜひ見てみてください。これは設定の結果なので、ちょっとどう考えたかみたいなことは読み取れないとは思います。はい、で、じゃあよかった。ハッピーエンドかなっていうと、そんなことはなくて、これめちゃくちゃ大変すぎると思っています。このルールの設定大変すぎます。すべてのルールを見ないといけないし、ルールに違反したい正当な理由を想像し、違反したくなるケースの頻度を検討し、ルールを適用するメリットとデメリットを比較し、で、これは今後も新しいルールが追加されるためにずっとやらなくちゃいけないんですよ。ものすごい大変と思っています。で、なんで多分みんながこれをやるの無理じゃないですかっていうふうに思ってます。で、私も本当はやりたくなかったし、やらないで済む方が嬉しいなって思ってて、昨日マッツのね、マッツコップ作ったらって話もあったけど、多分私断言するけどマッツも作りたくないと思うっていうふうに思っています。なんで、あと、チームによっては結構初心者ばっかりのチームっていうのもあるわけで、そこでルボコップを使うのがいいらしいってルボコップ使って、デフォルトで使ってみんなでうわーってなるみたいなこともあり得て、結構ね、これだけでは世界は平和にならないと思っています。で、なんでこんなに苦しいのかなって別にルボコップもいいと思ってやっていることであって、特に悪意はないわけですし、いいルールが適切な場合も多いわけですよ。で、これを考えたときにですね、ルボコップは、コードの表層にスタイルがあってですね、何が良いスタイルかは常に静的に決められるというものの見方をしているのかなというふうに、一つの仮説としては思っていて、大体他の言語ではより正しいんだと思うんですけど、Ruby に関しては若干当てはまる部分と当てはまらない部分があるのではないかということを考えています。例えば DSL とかだと当てはまんないんだよなと思っていて、Ruby のスタイルガイドじゃなくて、Ruby であるところから DSL 化すると、そこはその DSL のコーディング規約になるっていうか、スタイルになるじゃないですか。だから、そういう風な、で、はっきり DSL じゃなくても、結構 Ruby の表現力を使って随所にそういうちょっと DSL っぽい読みやすさみたいなパートを作るので、
そういうところが必ずしもその比較的平均的なスタイルガイドと合わないんじゃないみたいなふうに思っていたりもします。動的だってことですね。で、ポエムとしては、ルボコップがスタイルとして扱っているコードの上の表現が、スタイルであることもあるんだけど、それは本当はスタイルじゃなくて、それがハートなんです、心なんですみたいなことがあるんじゃないのかなと思ってて、これに当たるから痛いのかなみたいなふうに思ってます。で、ルボコップが性的に決められると想定している価値観、スタイルガイドも状況次第で結構柔軟に変わるっていう性質が Ruby 割とあるんじゃないかなって私はなんとなく思っています。で、そのような世界観に基づくと、やっぱりそのルール、スタイルの硬さ、スタイルガイドのね、硬さっていうのが、なんか少し、ルールによって違う。硬さってうまく伝わります。どんな時もそのスタイルがいいみたいなのは硬くて。確かに大体いいんだけど、でもこう書いた時には、それはちょっと置いといて、今こう書きたいみたいなのは結構硬くないみたいな感じなんですけど、こういう図で考えられると思っていて、左の円はですね、外側が全ての考えられる状況なんですね。で、ルール A は、ほとんどのケースで正しい、硬いルールなんですよ。硬いスタイルなんです。でも B とか C になっていくと、合ってるところもあるんだけど、なんか状況に合わないところも結構広いみたいになっていますと。で、硬いと、状況に合わない、ルールの弊害は少ないんで、ダメージ少ないんですけど、そうでないと、どんどん、合わないということが多くなるから、開発速度を下げるみたいなダメージが大きくなると思っていて、ここちょっとジレンマがあって、改善できるかもしれないポイントを意欲的に検出するほど、状況に合わないルールは多くなる。で、これどのくらいやりますかが各自のルボコップヤムルに委ねられていると思っていて、だからもちろんルボコップヤムル頑張れば何でもできるかもしれないけど、めっちゃ苦しいよって思っています。で、苦しさについてなんですけど、設定が大変っていうのもあるし、もし設定しなければ、できなければ、状況に合わないルール問題が不可避って思ってて、で、頑張って設定しますよね。そこでも実は問題が完全には解決しなくて、今度強制によるダメージを最小化すると、コード改善の機会も減ってしまう。せっかくルボコップが、いや、新しい Ruby ではこれこう書けるからこう書きなよみたいなのを作ってくれてても、それ気づけないみたいになりやすいなって思ってます。ということでですね、これを何とかできる方法はあるかっていうのが私の提案なんですけど、ルボコップの使い方を2つの系統に分けたらいいんじゃないかなということを考えています。強制レベルと参考レベルみたいな感じです。で、例えば2つの設定ファイルを持ちましょう。で、強制の方にはですね、強制してもほぼ 100% の状況で問題がないようなルールを入れます。私が自社のために作ったような、そういうスタンスです。で、参考の方にはですね、多くの改善ポイントに気づけるように、少し意欲的にルールを入れるっていうふうにすればいいと思うんです。で、強制レベルは今まで通り CI とかでガードして使いましょう。で、参考レベルは、定期実行して、見られるようにするんですけど、ここでミソなのは違反っていうふうに表現しない。あくまでも参考情報として表示した方がいいと思っています。というのは違反として見えると、なんか状況に合わないルールの罠にはまって、やっぱり直した方がいいですよね、みたいなことで、悲劇が生まれるので、それを避けたいと思っています。で、なんでこれで解決するのかっていうと、設定が大変な問題は、そもそも他人の設定の活用が今難しい一因は、その理想と現実の折り合いといいますか、さっきのどのくらい硬いルールに落ち着けるかっていうのが結構幅広い選択肢になっているのが一因だと思っていて、この範囲の上限と下限を分ければ、他の人の設定を使いやすくなると思ってるんですよ。で、用途別の強制レベルの設定で作れると思ってて、レールズ向けとかもできるし、マッツ向けとかもできるんじゃないですかと思っています。で、これがあれば、設定があるんで、この状況に合わないルール問題はずっと軽減できるはずと思っていて、で、なんかね、
この違反は今回は直さないでおこうっていうとすごい罪悪感を感じるかもしれないんですけど、このルールは参考用だってするのすごいいいじゃないですかと思っていて、状況に合わないルールの罪悪感に基づく罠にですね、対抗できる文化を作れないかなということを考えています。で、もう一つ今も私がちょっと不満なのが、強制によるダメージを最小化するとコード改善の機会が減りやすいっていう問題で、あと何分なんだろう。これについては参考レベルのチェックに基づく素敵なコード改善提案システムが利用できるといいな、こういうのを誰か作ってくださらないかな、というようなことを思っています。はい。で、じゃあまとめに入っていきますけど、ルールの正しさ、どんな状況にでも合うかみたいな、そのカバー率、硬さみたいなことはですね、グラデーションがあって、最も硬いやつは100% フィットするんだけど、例えば、90% 合うこのルールは、DSL には不向きですとか、80% 合うこれは、一貫性を重視してんならいいけど、一貫性より表現力を求めるあなたには不向きですみたいな、そういうのがあると思ってるんですね。で、こういうのをですね、ただ一つの基準で、こっちは悪い、こっちはいいみたいにするのは、実はあまり賢くないやり方なのではないかというふうに私は思います。なので、エンフォースメントとインフォメーションっていう二つの領域をもうあれして、01で判定できる領域と判定しない領域を分けられないかというのが、今日訴えたいことです。01で判定するのロマンがあると思うんですけど、でも人間も同じようにレビューも判断もできるんですよ。いや、同じじゃないですね。もっと繊細にできるんですよということを言いたいです。はい。エピローグに入ります。結局時間は謎です。はい。ある土曜の朝ですね、私会社のロボコップ設定作りをしてました。で、今日話したようなことって実はその会社の設定を作る中でね、ずっと考えてたけど、もやもやして、わーって考えてて、この日も考えて、で、できないかな、考えてもね、何も進まないし、何かできないかなって思ってたんですけど、ちょうどその日がLB 会議の CFP 締め切りの日だったことに気づいて、はっと調べたら今日だったんですね。それはと思って、バーンって書いてパンって送ったら、話させていただけることになったという感じなんですけど、ルボコップのやっぱ開発に入り、こうやって変えていくっていうのはちょっと私にはやや荷が重く感じたんで、何かこういう気持ちや方向感、ひょっとしてこういうふうにやったらいいんじゃないかみたいな、デザインの案みたいなことを話すんだったらできるなと思って今日は話に来ました。今日のトークがより良いルボコップワールドの実現に役立ったら嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。